ようこそ。今回はスキルの特性強さの中にある大鉱脈のレベルを最高にして、どんな結果になるのかをやっていこうと思います。銃使っていたらすぐに弾薬がなくなりませんか？なくなったら弾薬材料の収集に時間取られますよね。いろいろ集める方法はあるけれど、やっぱり掘って集めた材料を使って作業台で作るのが一番お得。弾薬をまとめて作成できるまではある程度の時間が必要ですが、材料の収集は強くなってもやらないと弾薬の確保はなかなか難しい。その材料集めに影響するスキル、大鉱脈。レベルが上がるとどれくらい違いがあるのか体感してみます。今いる場所は鉄、石炭、鉛が採掘できるラッキーな場所。この3種類を掘ってみて、まだ最高レベルになっていないのでポイントを振る舞えと振った後の大鉱脈、スキルの効果はどれくらいあるのでしょうか。鉱石の取れ方がどう変わるのかやっていこうと思います。まずはレベル5のオーガで鉄を採掘します。1回取るごとに19個か20個鉄が取れています。鉱石が最後に壊れた時は72個。次は石炭。オーガで掘ると次々と掘れちゃうね。約10個ずつ取れて鉱石が壊れた時は40個前後採掘。最後は鉛。約9個ずつ、鉱石破壊時は34個前後増加。ツルハシを使って掘ってみます。鉄1個の鉱石から189個。石炭は鉱石1個から90個。鉛は90個。今の大鉱脈レベルは3。4レベルの金鉱を取ると収集が 80% 増加。最高レベルの5になると 100% 多く取れるのね。早速掘ってみよう。鉄から掘っていきます。1回取れるごとに23個。鉱石破壊時には92個ですね。1回ごとの採集量、破壊時に取れる量どちらも増加しましたね。ツルハシで掘ってみます。1個の鉄鉱石から231個鉄が取れていますね。次は石炭。1回に12個か13個くらい。鉱石破壊時は48個採集できています。ツルハシで掘ると1回で鉱石が壊れますね。1つの石炭鉱石から110個の石炭が取れています。ガソリンがないときはツルハシでも作業がはかどりそうですね。次は鉛。1回に取れるのは11個。鉱石破壊時は42個の鉛が取れますね。ツルハシで掘ります。2回叩くと鉱石が壊れますね。
一つの鉱石から110個の鉛が取れています。結構な数を採集できたので、アイテムをまとめて作成すると材料が節約できるレシピで、いつも不足気味になる火薬やその他弾薬のアイテムを、高度に備えて作り置きしておこう。1000個入っている火薬1箱につき27分。科学実験ステーションが2台あるので5個ずつ火薬を作っておこうかな。材料は節約できるけど時間がかかるのがたまに傷。5箱で135分、2時間以上かかるね。あと5個はこちらで作ります。採掘中に倉庫にあった材料で火薬1箱作っておいたので、火薬ストック1箱は出来上がっています。燃料に木材をかなり使うので、木材もちょうど時間に切れるように入れるよ。残りの木材194個になってしまった。そろそろ木こりをしないと木材切れになるね。木材のストックもないわ。次は鉛を炉に溶かしておこう。鉛はショットガン用シェル作成に必要な仕方まと、その他の弾薬に必要な弾頭になる材料なので、他の材料の2倍の量が必要になる感じがします。火薬と鉛は不足したら掘りに行くけど、真鍮は車とかから取れる真鍮製ラジエーター解体で確保してます。3個の真鍮製ラジエーター解体で562個の真鍮になります。パッと見は白いから真鍮のイメージではないけど、真鍮製ラジエーターは結構たまるので、採掘では取れないけど楽に収集できる部類だと思います。弾薬の材料を作ろうかな。木材が燃えているので弾頭と鹿弾も同時に作成しよう。薬莢もできるかな。木材を少し足しておこう。大鉱脈をレベル3から最高レベルの5まで上げた結果は、鉱石にもよりますが20個から40個多めに取れることが分かりました。大鉱脈は序盤から終盤まで使えるスキルなので取っておくに越したことはないようです。同じ量のスタミナやガソリンを使うなら、多く取れる方がいいですよね。弾薬を箱でまとめて作成できるまでは本を読んだりクラフトレベル上げなどが必要だけど、普通に作成しても材料は多くあった方が嬉しいですね。今回は大鉱脈スキルについて調べてみました。細かい数字にしてみると違いがはっきりして面白いですね。